私の話、信じられない話多いです。で、今、俺が話してる話、普通よりちょっと上の話してんだよ。楽しくしてないとダメなの。悩んだり苦しんだりするとダメなの。みんな自分の人生大体知ってんの。こんにちは、ついてるチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回の斉藤ひとりさんのお話は、守護霊が強い人の特徴のお話です。普段人目に顔を出さないのに、地方公演の後、高速道路のサービスエリアやコンビニで斉藤ひとりさんとバレるほどの人気者。守護霊が強い人の特徴についてお話をしてくれています。この内容が良ければグッドボタン、チャンネル登録、コメントをお願いします。それではどうぞ。はい、皆さんこんばんは。聞こえるかな？聞こえるね。はい。私はテレビ出ません。週刊誌も出ません。おおよそ人前には顔出しません。出さない場合には出さないわけがあります。今日も写真撮んないでくださいとかね、心の狭いことを言いまくってます。私車で旅するんです。どこでも行きます。沖縄以外はもう、車で行きます。そうするとね、足が疲れちゃうんです。10時間ぐらいね、平気で車乗ってるからね。だいたい私の車ね、1年で10万キロぐらい乗っかっちゃう。1000キロ点検の時にね、一番すごいのです。なんか3ヶ月で1000キロ点検とかなんかあんのね。その時3万キロ乗ってたの。話分からなくなっちゃった。それでね、この前仙台行ったらね、仙台の駐車場でね、駐車場広いから足が疲れたからね、飛行機分っていうのやってたの。でその飛行機分っていうのはね、今やってみせてあげるね。手をこう広げてね、で飛行機分ってやってたの。で飛行機分こうやってずーっとやってたらね、品のいい奥さんがこうやって見てるの。ずーっと見てんだよ。俺も暇そうな人だなこの人と思ったらね、飛行機分を終えて帰ってきたらね、その人がね、私のとこ来てね、斉藤先生ですね。で斉藤一人研究会のものです。そんな研究会いつできたのみたいな話でさ。で今ね、いろんなところにあるの、斉藤一人研究会って。ニューヨークにもあるしね、パリにもあるの。まあいいんだけどさ。それで急にね、ひとりさんですかって言われるとね、ビクッとしちゃう。だからあんまりなんつうの、有名人に向かないんだね、体質がな。で一回ね、地方でねコンビニ行ったの。でね、コンビニでね、こうやっていろんなもんこう買おうと思って見てたらね、本が並んでるから、俺本好きだからずっと見てたら、一番最後にエッジ本があったの。でこれ見てて、こういうとこでこういうの売ったらね、青少年の教育に良くないじゃないかって、まあ一冊買ってみようと。でそれこう一冊買って電話したらね、家から家族が来て、親戚も来たの。でひとりさんファンだったのがまた集まってきたから、お店いっぱいになっちゃったの。でその間にエッジ本はずっと出てるんだよ、前に。それでね、こんなにね、人前に顔出さないようにしててもこんなことがあんだから、人前には顔出しちゃダメなんだって、まあしみじみ思ったんですけど、この話をしたらね、問い合わせがすごいの。でその問い合わせがまたね、どうでもいいような問い合わせなんだけど、問い合わせが
で、結局その本は買われたんですかって問い合わせなの。で、もちろん私買いましたよ、それ。で、買ってね、袋に入れてくれたの。で、それがね、ビニール袋で透けてるの。ね。で、その透けたビニール袋を下げて、今度は握手大会になったわけ。ね。で、ビニもを下げて握手大会ですよ。修行は続きますよ。そんなことで私テレビ出ません。このことはマスコミの人には言ってません。ではただいまから講演を始めます。よろしくお願いします。本当に私ちょっと今日風邪気味だからね、ちょっと声が聞きづらいかもわかんないんだけど、体の方は気にするほどのことはないです。ちょっと声が枯れてる程度です。この前ね、そろそろ全国回ってみんなの顔見たいなって言ったら、本当ですかって言うから、本当だよって言ったらね、公演の予定ずーっと入れられちゃって、俺毎日だよこれ。風邪ひいても休ませてくんないんだから。えらいこと言っちゃったと思ってんだけど。私、中学しか出てないんです。知ってますね。で、実はその中学もほとんど行ってないんです。だから、中学でだってだけで学歴詐称なんじゃないかと思って、心配してるぐらい行ってません。ただ学校嫌いとか今流行りの登校拒否とか言うんじゃないんです。私の場合は学校が大好きなんです。ただ起きると昼だったんです。で、私ね、目覚めるとね、すぐ学校行くんです。いい子の特徴らしいですね。で、いい子は目覚めると学校らしいですよ。で、行くとね、みんなが集まってくるんですよ。それでブワーッと盛り上がるんです。で、盛り上がると帰ります。大体そういうような、明るい学生生活を送っておりました。それでね、ひとりさんって幸せでしょって、幸せだよって、悩みありますかと、悩みないの。よく人間生きてれば悩みは絶対あるって言うけど、嘘だよあれ。ない人はないんだよ。で、悩んでるやつはずーっと悩んでんだよ。で、私ね、悩みないんだけど、人生で一回だけあったの。人生最大の悩みが一回あったの。で、それは本当に壮絶だった。で、その悩みに比べたらもうみんなの悩みは悩みのうち入らない。もうみんな自分の悩み最高です。それで、どんな悩みなんですかって、人生でいつ頃ですかって。幼稚園から小学校に上がる頃。早いでしょう。その頃に人生最大の悩みですかと。で、それでね、どんな悩みなんですかって。人間って死んだらどうなんだろう。人間って死んだらどうなっちゃうんだろう。で、そのことばっかり考えちゃう。親にも会えないのかなとかね、友達にも会えないのかな。だって亡くなっちゃうってのは分かんないの。真っ暗になっちゃうのかなとか、真っ暗で、なんか最初は真っ暗なところが落っこってくような気がしたの。でもそれもないのかな。何にもなくなっちゃうって何なんだろうって。なんか妙に怖かったの。で、またそういうことを思わせる事件があったの。まあ、飼ってた猫が死んだだけなんだけど、俺としては可愛がってたからね、ショックですよ。まあ大きいです。それで、こっから先信じられないような話なんだけど、私の話、信じられない話多いです。信じられない人は自分が普通だと思っててください。俺は正常だと。
ただ普通は辛いよって本出てますから普通より、ちょっと言っちゃってる方が楽しいかも普通って普通だからね。日本人って普通大好きだけどさ、普通って真ん中だからね。100点満点で50点だよ。きっとお母さん50点だったら怒ると思うよ。子供だったらね、自分は普通でいい普通でいいって言ってるけど、普通よりちょっと上の方がいいよ。で今俺が話してる話、普通よりちょっと上の話してんだよ。それでね、自分が正しいと思った時は正しいって言っちゃダメだよ。よく覚えてきなよ。自分が絶対これ正しいって言った時、私が正しいんですって言うと必ず喧嘩になるからね。そういう時は必ず自分は少し変わってますから、私変ですから、こういう考えもあるけど気にしないでくださいって言わないと、その前にいろんなこと言ってた人が全部反感買うからね。で、精神論って喧嘩しないってことだよ。敵を作らないっていうのが精神論だよ。だから精神論で喧嘩してるやつおかしいんだよ。宗教同士で喧嘩してるとかっていうのはね、右の方を打たれりゃ左の方を出しなさいとか言いながら宗教家ってすぐ喧嘩するんだよもうね、ここでいろんなことを聞くとね、普通の人より頭良くなっちゃうから。頭良くなったら頭いいふりしちゃダメなの。私少し変ですからって言わないとね、ダメだからね。精神論でさ、揉めたらバカバカしいからね、揉めないことです。それである種ね、悩んでたらね、光の玉出てきた。でその光の玉が出てきたらね、死ぬとどうなるか教えてくれたの。で、こういうことかって、人間って死ぬとこうなるんだ、大した話じゃねえじゃねえか、そんな心配することないなって分かったの。じゃあその光の玉ちょくちょく出てくるようになったの。でいろんなことを教えてくれるの。で今日その中からいっぱい話してると時間ないからね、4つだけ話す。ただ大した話はないよ神様が教えてくれる話って大した話ないの。で今まで言わなかったのは言うほどの話じゃないの、ただ私はその通り生きてるのですごい効果は絶大なので、大人ってさ、この光の玉からなんかいろんなことを教わりながら大人になるのかなと思ったの。みんなに出てくるのかなと思った。親にも出ないの、友達も出ないのね、その光の玉って。俺にしか出てこないの。でその中の4つ話すからね、聞いて帰ってね、今一生懸命メモしてくれてるけども、メモするほどの話はないんだただメモしないとね、癖の人いるからさ、でほとんどの人書いてみないんだってね、あれねただ書くと分かりやすいのかな、で書いてていいですよ、幸せのなり方、光の玉にね、幸せのなり方聞いたの。だって死ぬの怖くなりたくなかったらね、幸せになりたいよね、人生でね。で幸せってどうやってなるのって聞いたの。そしたらすんごいバカバカしい、だけどその通りにやるとうまくいくの。ただみんなが思ってるほどこの話は簡単な話じゃないんです。すごい深いです。深さ50センチです。書いた？大事です。一番大切だからね、書いといてね。50センチ。深いでしょ？深いでしょうね。
昨日まで30センチだったんだけどそう20センチ気が増えたんだ、だんだん深くなるからね。幸せになりたかったらね、何も望んじゃいけない。それから何にも変えようとしちゃいけない。わかる？何にも望んじゃいけないの。例えばこの指もうちょっと細かったらなとかさ、自分の足もうちょっと長かったらなとかね、うちの舅がさ、もうちょっと小言少なかったらなとか、一切望んじゃいけない。でね、当人は望みだと思ってる。だけど波動的に言うとそれ不平なの。で、不平不満を出しながら今日から明後日って向かってると、出してる波動と同じ嫌なことが起きるの。だから嫌なこと呼び寄せちゃうの。それより、日本に生まれて幸せだなとか、ご飯食えて幸せだなとかね、何でもいいの、ね、今日目覚めて幸せだなとかで、今日目覚めなかった人いっぱいいるんだよ。で、そういうのを送られ人っつってね、今映画化検討されてんだよ。すごい映画にしづらいらしいよ。なんたってセリフがないからね。それで幸せだなとかね、感謝してるよとかね言ってこうやって生きてるとね、今日から明日、明日から明後日、1年経ち2年経つといいことがだんだんこう大きくなる。雪だるまみたく大きくなる。で、普通の人が幸せになれないのはね、今日ひとりさんから聞いたから幸せって言おう。明日になって愚痴言ったり泣き言言ったりするんだろ。で、またいけないとかってまたいいこと言ったりするんだよ。とね、プラスマイナス毎日やってるからいつも0点なの。いつも0点なの。で、中にはね、マイナスじゃない100万点みたいなのが、ちっちゃい時から泣き言とか愚痴しか言ったことないの。でね、斉藤先生、私は不幸なんだ。小さい時親に捨てられて預けられて大人になってからもいじめられてってずーっと言ったの。俺ね、あんたおかしいと思ったことないって。なんであんただけ不幸なのって。なんでそんなに嫌なことばっかし起きるのって。ね、被害者だと思ってるけど自分が呼び寄せてるの。じゃなかったらそんなに悪いことばっかり来ないよ。本当に。でね、そういう人の特徴なんだけどね、こういう人が悪くてとずーっと言ってんだよね。で、いい人もいたんだよ、人生に。親切にしてくれた人もいるんだよ。そういう人のこと忘れちゃってんの。全然言わないんだよ。ね、で、悪いとこにだけ焦点合わせてずーっと言ってんだよ。ね、だって周りにいい人いっぱいいるんだよ。ね、いじめなかった人とかいっぱいいるんだよ。かばってくれた人もいるんだよ。そういう人のことはね、頭全然いかないの。悪いことばっかし言ってんの。それ特徴だよ。特徴。これ調べてみな、今度。成功してる人は成功する特徴がある。この世の中法則ってのがあるんだよ。ビルの上から飛び降りたらみんな落っこって死ぬんだよ。俺だけ上に落っこちましたとかっていないんだよ。これね、歴然たる事実なんだよ。うちの会社ね、すごい変わってるの。おそらく会社の社長でこんなこと言ってんの俺だけだと思うよ。だってうちって銀座マルカンっつうんだけど、正式名は銀座日本漢方研究所っつうので、何が変わってんですかって、誰も研究してないの。だって研究員いないんだもん。で、俺も研究してないのね。で、どうやってやるんですかって言うとね、頭の中で例えば膝に良くて腰に良くてで、こういうの欲しいなって願うのと、1ヶ月後か2ヶ月後か3ヶ月後ポンって出てくる。だいたい1ヶ月ぐらい出てると、それがポンと出る。そうするとその処方を書いてこれで作ってってできる。
で、そんなんでできるんですか？できるの。ただその間に楽しくしてないとダメなの。その間ね、少しでも悩んだり苦しんだりするとダメなの。そうすると悩みと苦しみが小心に入っちゃうの。そうすると必ず今度売るのに苦しむの。いろんな形で苦しむの。だから発明貧乏っているけど、発明楽しくしないとダメなんだよ。で、苦しんでしちゃダメなの。だから、食事のバランス取ってさとか、こんな青汁みたいの欲しいなとかって言うと、うちの青汁ですみたいなのがポンとできるの。で、それをこう作るのね。で、それだけで困らないだけ売れて生きていけるの。別にざっとそれだけのことなの。で、自分に出ないものはどうするんですかって言うとね、自分に出ないものも実はあるの。そうすると日本中世界中一番出やすいとこへ出るの。とポンとその人に出ると、例えばさ、いつまで若くいてシワがなくてこんな化粧品欲しいなって念じるでしょ。そうすると自分に出ないとどっかの学者さんとかに出るの。で、出るとその人はうちに持ってきて、ひとりさんこれ商品化してくださいって来るの。で、その人は自分で考えたと思ってる。違うの。俺が念じたからその人へ出た。本当なんだよ。だってね、俺が念じて、俺が思ってる通りのものを見ず知らずの人に出て、わざわざ俺のところに持ってくるわけないでしょ。そんな偶然ありえないでしょ。で、これを牽引の法則っていうの。で、念じ方で牽引して持ってくれるの。で、あと俺話してる間ほら、神様って言葉が好きなの。連発するからね。気にしないでね。で、私その光の玉のことを神様だと思ってる人なの。で、知らない人はね、ひとりさんのとこって宗教団体ですかっていうとこあるのね。で、うち宗教団体じゃないんです。なんでかというと、宗教団体って税金いらないの。で、俺日本で一番税金払ってるんです。ただ宗教がいけないって言ってんじゃないんだよ。あれはあれで、存続してるんだから、意義があるから、みんな宗教やってる方は信じたものをずっとやってるといいよ。自分の信じたことやるのが一番いいからね。ひとりさんの言ってることは、たまに変わった人の話聞くのもいいからね。その程度で十分だからね。不思議な話もっとするね。人間ってね、生まれてくる前に自分の人生決めてくるの。これこういう人生を大まかに決めてくるの。だって決めてきて、こんな人生を送るよって決まってるから、みんな自分の人生大体知ってんの。で、適当になってくると、困難という修行が出てくるなら、お時間が来ると出てくるんだよ。で、どんなに逃げようとしても出てくる。で、出てくると、その問題であっちぶつけ、こっちぶつけしながら、魂って成長するようになってる。だからよくね、悟ると悩みがないんじゃないんだよ。悟ったって悩みなんかあんだよ。ただ悟ると、問題が出てきて悩みながら魂が成長するってことが分かってるから、そんなに恐れなくなるだけなの。分かるかい？お時間が来ると出てくるの。で、大体自分の人生決めてんの。で、大体はね、ほとんどの人は決めた通り。だってプラスマイナス0点なんだもん。だから決めた通りしかいけないんだよ。で、これプラスに変えていっちゃえばいい人生になっちゃうし、マイナスに変えていくとね、落っこってっちゃうんだよ。だけどほとんどの人はね、決めた通り。俺は俺の人生知ってるの。中学校の時先生が、斉藤君これから国際化されるから英語ぐらいできなきゃダメだよって。で、俺英語の本こうやってじーっと見ててね、あ、先生これいらない。わかるの。で、方程式もそうなの。斉藤君方程式ぐらいできないとダメだよ。で、その方程式じーっとこうやって見てると、
あ、先生これいらない。で、先生は斉藤君はできないと思ってる。で、斉藤君はいらないと思ってる。それで、先生はね、覚えろ覚えろって言うからね、俺義理で覚えたの。義理なの。それでね、俺たちの頃ね、本の英語の最初はね、I am a boy ってやつだった。それが1行目だったの。で、俺ね、1行目だけ暗記したの。そしたらね、1回も使わないうちボーイじゃなくなっちゃったの。だから1行もいらなかったんだよね。やっぱ俺の方が正しいんだよね。で、英語がいらないって言ってんじゃないんだよ。英語が必要な人はあれを見ると心地よく聞こえるの。魅力的に聞こえるの。方程式使う人は方程式見ると知恵の輪みたく楽しく見えるの。で、使わない人は見えないの。だからこの中でも使わないのにこうワクワクしないのに覚えた人いるでしょ。で、卒業してから1回ぐらい使った？使わないでしょ。あれね、ワクワクするようになってるの。話ちょっと余分にそれちゃうんだけどさ、よくさ、私芸能人になりたいとか劇団入りたいのとかって言ってる人いるでしょ。傍から見てて絶対無理だってなんじゃない。絶対売れないぞみたいなあるじゃん。あるじゃない。でもね、本当にやりたい時ってそういうところへ行って友達ができたり知り合ったりだから、そこでまた就職先がめっかったりというように、本当にやりたいところへ行くと道は開けてるの。だから芸人になれないかもわかんないけど、そこでいろんなことを学ぶようになってんだよ。だからワクワクする方、それを他人が見ててダメだよとかいいよとかって言うべきもんじゃないの。人間って悲しいけど、ほら自分の経験で物言うじゃん。だから学校の先生は、方程式絶対いるぞとか英語いるぞとかって。で、なんでああいうこと言ってるかというと、自分がいるからな。だって学校の先生になるのいるんだもん。ね。いや、俺は学校の先生になる前はお前焼肉屋だったんだよとか、送り人やってたんだよとか、そういうのいないでしょ。だから自分の経験で物言うからできないと困るぞ、できないと困るぞって言うけど、方程式とか英語とかいらない仕事って山ほどあるんだよ。本当に、神様は誰も困らせない。でね、困らせるっていうのはこの子のためだとかって言って上の人間がでたらめ言うんだよ。これがその子を困らせてんだよ。俺なんか遅刻していくと先生が自分の隣にね、机出して待ってて、こういう状態で俺勉強してたんだよ。だからみんなに見られるの慣れちゃったの。だから神様は将来こういうことするって知ってたんだな。それでなんていうの、先生も可愛い生徒はそばに置きたいらしいんだよね。それでね、まあエコシーキってやつだろうな。それでね、例えばだよ、花江ちゃんいつも笑ってばっかりじゃダメだよ先生言うでしょ。いつも笑ってる人ってね、受付とかやると最高なのね。のぶちゃんお前暗い顔してちゃダメだぞって言うけど、ずっと暗い顔してられるってのは才能だからね。あれ送り人とかだってすごくいいんだよ。だからね、直すより生かさなきゃダメなの。あとね、大人ってね、自分たちにないものが出てくるとびっくりしちゃって頭錯乱しちゃうの。で、テレビ業務なんかこうやって一日やってるとね、大丈夫かとかってテレビの前一日座ってられるって才能なんだよ、あれ。ああいうのはね、なんかプログラマーだとかああいう仕事やってね、向いてるんだよ。で、自分たちの頃にはないから、だいたい親って子供の20年遅れだから。
で20年前の知識でしか物を言わないからね、メールばっかしやってとかああいうこちょ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 やるの仕事が必ず出てくるので、それで生かされて生きていくの。お前それ才能だよって。一日テレビの前にテレビの前に座ってるような仕事考えなって言うとそれでうまくいくの。嘘つくと報いがある。みんな覚えておいてよ。子供いるでしょ。子供にね、学生時代お前今が一番いい時だぞって。あれ嘘だよ。本当だよ。学生時代なんか一つも良くないよ。じゃあお母さんもう一回学校行くって言ったら絶対嫌だって行かないんだよ。ね。だから本当のこと言ってね、お前な今一番辛いぞって。だってなんていうの、宿題って残業だよあれ。社会出たら残業って残業でやってくれんだよ。ね、クラブ活動の先輩でもな、靴下洗っとけとかね、あんなに持ってる社会出たらいないよ。会ったことないよああいうの。ね、今お前一番辛いだよ。だけどもうちょっと経ったら社会出てそれ段階だからなって。お母さんたち楽しいよって。それをお母さんは大変なのって。ね、家計のために働きに行ってて嘘だよあれ。家にいたくないんだよこれ。あれ知ってるか？本当なんだよ。ほいでね、お父さんが稼いできたもんはみんなのもんだけど自分の稼いだやつは自分のもんなんだよあれ。ね、でね、本当のこと言うと子供ってそうなんだって、社会へ出たら楽しいよって、それをあんまり脅かすから社会へ出んの怖がっちゃう。で卒業の頃になっていくとね、専門学校行きたいんですって。専門に勉強するほど好きじゃなかったろって。あれね、脅かした報い。だからあんまり脅かすと子供の方もビビっちゃうからね。それからね、最近多いのはね、20歳ぐらいになっても子供言葉喋る。わかる？女の子やなんかでね、子供言葉喋る。でね、子供みたいな格好するの。わかる？大人になりたくないの。で、お母さんたちの言ってることを真に受けちゃってんの。本当は楽しいの。もう PTA で付き合わされてカラオケで嫌なのって嫌じゃねえんだ本当は。本当は行った時がっちり歌なんか歌ってんだよ。嘘つくと報いがあるよ。私は中学しか出てないから中学で最高です。だって高校で3年大学だよね。先行っていいんだもん。マラソンだって7年先走っていったら大概勝っちゃうよ本当に。で大学行ってる人はね、今時大学ぐらい行かなきゃダメだよ、大学で最高だよって言えばいい。で高校での人は高校で最高ですよって。なんだって中間が一番いいんですよ。偏ってるやつはダメですよ。何でもいいんです。女性はね、女性最高ですよって。男に生まれた男最高ですよ。ホモの人ホモ最高ですよ。でこの前もホモの人が「私男性が好きなんだけどいいんですかね」って悩んでんの。いいんだよって言ったの。男が男好きだろうが女が女好きだろうが愛する心があるんだよ。一番大切なのは愛があるかないかなんだよ人生って。だから愛があるんだからいいんだよ。だから本当ですかって言うか、そうだよって。ただし俺だけは狙うなよ。書いて。ここ一番肝心なとこだからしっかり書いといてね。肝心なとこは教えますからね。試験に出ますからねそれね。幸せになり方って、それだけ。もう一個だけ例題出すね。私不幸なんです。
誰か私幸せにしてくれる人いねえかな。向こうからね、俺不幸なんだよ、誰か俺幸せにしてくれる女いねえかなって。盛り上げてるね、そこでね。大丈夫？笑いすぎた。それでね、不幸な人同士がくっついて結婚するとね、みんな良かったねっていうの、これで幸せになれるねっていうのと、不幸足す不幸はダブル不幸だよ。なんで不幸同士が結婚して幸せになるの？足し算習ったでしょ。ね、それより俺今幸せなんだよ、だから結婚しても幸せだし、しなくても幸せだよって言うと、そういう人が出てくるの。俺今幸せでしょうがねえんだとかね、私幸せなのよ。で、幸せな人同士がくっついた時初めて幸せになる。ダブル幸せなの。わかるかい？ダブル幸せかダブル不幸しかないの。だって波動が合わないのくっつかないんだから。わかるかい？どっちかしかないんだよ。片っぽは幸せで片っぽ不幸とかってないよ。だって大概戦いになってるのは違うからね。お互い不幸なんだからね。幸せのなり方ってさ、今すぐ幸せだって。でこれを歩いて続けていけばいい。そうすると不思議なことがいっぱい起こり出す。これ波動の問題なんだよ。斉藤ひとりさん、お話ありがとうございました。斉藤ひとりさんの考え方はとても興味深く、学びの多いものです。ひとりさんの話から得られるポイントについて掘り下げてみます。ひとりさんがおっしゃるように、悩みというものは本当に複雑なものです。悩んでいる人は時にその悩みから抜け出せないまま日々を過ごしています。他人から見れば自分の悩みが最も重要であるかのように感じることもあります。この視点転換は実際に行動を起こすきっかけにもなります。自分の置かれている状況を客観的に見ることができるようにもなります。ひとりさんが普通よりもちょっと上にいることが楽しいとおっしゃるのは興味深いですね。普通というのは一般的な基準や平均的な状態を指す言葉ですが、それよりもちょっと上にいることで新しい視点や経験を得ることができるということでしょうか。常に成長し続けるためには大切な考え方です。他人との関係性についてもひとりさんのお話から学ぶことが多いです。例えば自分が正しいと思うことを言う際には、ちょっと変わってますからということを付け加えることで他人との対立を避けることができるということです。これはコミュニケーションにおいて非常に重要なポイントであり、相手の立場や感情を考慮しつつ意見を述べることが大切です。精神論として喧嘩しないことや敵を作らないことも重要な指針です。協力や理解を重視することでより良い関係性を築くことができますし、共に成長していくことも可能になります。ひとりさんが教えてくれた幸せのなり方や人生の大枠についても考えさせられます。幸せとは何も望まないことや何も変えないことであり、不平不満の波動を出さずに生きるということが重要です。人は生まれる際に自分の人生の大枠を決めており、魂を成長させていくという考え方も興味深いです。最後に、神様は困らせないという言葉は心に響きます。愛があれば多くの問題を解決できるという考え方も深い意味を持っています。愛とは他者を思いやる心や包容力、理解といったものであり、これを持って生きることが人間関係や幸福につながるということです。斉藤ひとりさんのお話からは、人生や人間関係において大切なポイントがたくさん詰まっています。これらの考え方を取り入れることでより豊かな人生を送ることができると思います。斉藤ひとりさん、お話ありがとうございました。聞いてくださったあなたに良きことが雪崩のごとく起きますように感謝してます。